こんにちは。ケミチズキッチンチャンネルです。さて今日はフレンチシェフが作るこねない手打ちうどんの作り方をご紹介します。こねない手打ちうどんとご紹介したんですけども、今回は足踏みでやっていこうかなと思います。そしてフレンチシェフならではの考え方で作っていくので、そちらもぜひご期待ください。前回の動画でフランスの小麦粉の分類方法について解説しました。フランスのスーパーで売っている小麦粉の中でうどん作りに合うものベスト3を選びました。動画の最後に発表するのでぜひお楽しみに。ではうどんの生地を作っていきましょう。水に塩を入れてよくかき混ぜます。この塩水を小麦粉に入れ混ぜ合わせます。水を小麦粉全体に行き渡らせるイメージです。次に粉を一つにまとめていきます。この時にこねる必要はありません。生地が一つにまとまったらきれいなビニール袋に入れて30分寝かせます。パン生地作りのオートリーズと同じ工程です。この寝かせる工程をすると粉が水を吸ってくれるので生地作りがスムーズになります。ではビニール袋に戻し足で踏んでいきましょう。1センチぐらいの平らな状態になるまで踏み広げます。こんな感じになります。ここからがポイントです。ここからこねる必要はありません。パイ生地パータフィテを作るイメージで三つ折りにしていきます。三つ折りにしたら袋に戻し足でもう一回踏んでいきます。2回目が終わりました。足で踏んで三つ折りにして袋に戻すを繰り返します。だいたい8回から10回これを繰り返します。足で踏んで伸ばしてグルテンを強化し三つ折りにすることでグルテンの層をミルフィーユのように重ねていくイメージです。繰り返していくうちに生地も滑らかになっていきます。グルテンが出てきてどんどん硬くしっかりした生地になっていきます。途中で子供も参加しました。こういう作業子供にはとても面白いみたいです。10回ぐらい繰り返したら袋に戻してまた30分休ませます。休ませてる間にうどんの出汁作りをします。海外で暮らす者にとっては出汁は高級なものの一つです。茅野屋さんにはとてもお世話になっています。水に出汁パック、みりん、醤油、青ネギ、豚肉のスライスを入れ10分ぐらい煮ていきます。肉に火が通ったら出汁パックを取り除き火を止めて昆布を入れて一緒に冷ましていきます。昆布は沸かすとえぐみが出るのでこの出汁の取り方はとてもおすすめです。では生地を伸ばしていきましょう。個人的には四角く伸ばした方が無駄が出にくくうどんの長さも均一になるので四角く伸ばしていきます。こう冷静に見るとうどんの生地を伸ばしているようには見えないですね。途中から娘が参戦です。何でもやりたがりな3歳児です。ちょっと待ってね、伸ばす。これで伸ばすんですよ。こうやって手で引っ張るんじゃないんだよね。もうちいちゃん、はい、イエーイ。早いな早いな早い。早すぎだろ。打ち粉をしながら薄く伸ばしていきます。打ち粉はうどんの生地と同じものを使っています。2、3ミリぐらいの薄さに伸ばすのがとてもおすすめです。まんべんなくしてはい、早すぎる。はい。そうするとね、うどんがねくっつかなくなる。うどんとうどんが三つ折りにしてうどんを切っていきます。
この切る作業が食感に関わってくるので、スパッと切れるように頑張りましょう。切ったらくっついているうどんをほぐしてあげます。たっぷりのお湯の中で茹でていきます。もう一度沸いてからだいたい9分ぐらい茹でていきます。麺を入れてお湯がもう一度沸くまではなるべく麺を触らないようにしましょう。吹きこぼれないように気をつけながらうどんの上下を優しくかき混ぜてください。茹で上がったらしっかり流水で麺を洗い流してください。内子が取れるまで何回も水を変えて洗っていきます。ではドレッサージュです。盛り付けていきましょう。男らしくガツッと盛り付けて完成です。それではいただきます。それではここでうどん作りに合ったフランスの小麦粉のランキングを発表します。第3位はこちらの小麦粉です。ティップ55、モノプリに売っている生産者の香りの小麦粉です。続いて第2位です。こちらもティップ55、モノプリに売っているビオマークの小麦粉です。続いて第1位の発表です。こちらのティップ45、上質小麦です。2位の小麦粉といい勝負だったんですが、僕的にはこれが一番好みでした。タンパク質の量が 11.5% ということでコシが強めなので好みが分かれるかもしれませんが、うどん特有のもちもち感もかなりあって一番日本のうどんに近いのではないかと思います。フレンチシェフが作るこねない手打ちうどん、いかがだったでしょうか。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ボンジョーネ。